チャンネルベースっていうのは何でしょう、こうスピーカーを鳴らそうとするイメージですね。でじゃあ非チャンネルベース思考ってどういうことかっていうと、この僕がこう説明しているようなその音場を優先して考えるっていうことです。立体音場をやります。先ほどのこの絵のようにですね、これは水平の音だけですよね。水平に最初スピーカーがありました。あったんですけど、そこに上からの音が欲しいので上を足しましたっていう、そこに音が必要なので上にスピーカーを足していく、音の必要なところにどんどんスピーカーを足していく、なぜならそのスピーカーを鳴らしたいからなんですよね。その感覚が、チャンネルベース思考。その考えだと、その立体音響をやっていくと、下ってどうやってモニターしたらいいんだろうってすぐ気づくんですね。実際上の方にスピーカーがついて「おすごい」って言ったエンジニアさんは大体すぐに「あれ下から音がないな」とかって必ず口にされるんですけど、つまりそういうことで、じゃあ下にもスピーカー足していこうかって言ったらどんどんスピーカー増えるわけです。なので、そうではなくて音場をまず考えて、それに対して、なるべくその変わらない再生システムを作るというのがそのチャンネルベース、要はフォーマットですね。スピーカーフォーマットレイアウトにこだわらない考え方っていうのがその立体音響では必要になってきます。これ今出てる絵がそのチャンネルベース的な音の考え方で、スピーカー配置としては5チャンのスピーカー配置なんですけど、そこから音を出してサラウンドを作ろうというものですね。でそうじゃない考え方っていうのは、スピーカーのことはもう最初からイメージにないくて、とにかくここに何らかの音場を作る、作品だったり、いろんな音楽だったりをこう作ると、空間に音を作る。でそのためにスピーカーをどう配置するのがいいだろうかというふうに考えるのがスピーカーレイアウトに依存しない考え方になります。でこのスピーカーレイアウトでこの絵のように均等な音場が作れたのであれば、いろんなところに音を自由に定義できますので、そうすればその中にこういった例えば5ちゃんの音を作るっていうことが比較的容易にできるわけです。で実際僕だとこういう8チャンレイアウト、この中で5チャンネルの再生をしたりですとか、7.1.4 の再生をしたりですとか、22.2 チャンを再生したりっていうことをこの方法を使ってやっています。もちろんあったらあったに越したそれあった状態で作られている作品なので、それを再生するのであればそこにスピーカーあった方に越したことはないですけど、全てのサラウンドフォーマットに合わせようとしたらものすごい膨大なスピーカー数になるわけですね。最大 22.2 チャンだから22個だろっていうことでは実はなくて、ドルビーアトモスとオーロ 3D では角度が違ったりとかしますので、もっとものすごい数のスピーカーが必要になっています。そんなことはできないわけです。この立東ベースさんはこの方式を採用していただいていて、ここはそのスタジオというよりは、いろいろなその映画の、試写会をしようですとか、ライブとかもありますけど、いろんな多目的に使うためにですね、いろんなフォーマットのものが再生できなければいけなかったりとか、それから若いクリエイターのためにちょっと面白いその立体音響のことができるとかっていうことで、もう自由な発想を
ここからしていこうっていうことがあるので、そのためにこの8チャンキューブのスピーカーアレイを採用してもらっているということになります。で先ほどみたいな映画だとかそういったものっていうのは前にサウンドステージがありますので、さすがにこの絵のように LR とか LCR が仮想のといいますか音像ではちょっと不安だっていうことがあると思いますね。であればそこにそのチャンネルだけスピーカーを足せばいいわけですね。そうすればかなりもうきちっとした音になります。でそういう問題点としてチャンネルベースでだけ考えていると間にもうスピーカーを埋めないと不安になってくるっていうのがあります。であと他のフォーマットへ変換しづらい、そのフォーマットで作ったからっていう意識がどうしても働いてしまって、そこから他のフォーマットに変換するのも嫌だし、するにしてもまた違うきちっとしたフォーマットに変換しようとしますので、もうダウンミックスだったりアップミックスだったり空間としてのバランスっていうのは考慮されずにチャンネルに振り分けられるわけですけど、そういうことになってしまいがちです。あと再生環境の変化に対応できないっていうのは、例えばスタジオでこういうサイズのスピーカーセットで音は作りますけど、それを大きな会場で再生する、その時にちゃんと LCR すら置けないっていうのが普通だと思うんですよね。でもそこでもうちゃんと置けないんであったらもうちゃんとしたチャンネルベースじゃないじゃないかと。あとその臨場感没入感を得にくいっていうのはもう単純に先ほど最初に言ったようなそのバランスのいいスピーカー配置ではそもそもないので、そういう臨場感とか没入感っていうのはちゃんとした、ちゃんとしたというか今回使っているこの8チャンネルキューブで再生する音までの臨場感没入感にはならないです。だからといってそのチャンネルベースが別に悪いっていうことでは全くなくて、でこのサウンドではですか、このチャンネルベースの良さっていうのもありますので、良さとそうじゃないものの良さっていうのを共存させて作ると実はより立体的なサウンドが作れたりする。この真ん中に音場を作るっていうものを黄色いスピーカー、ここで言うと8チャンのキューブのところで作っておいて、それを使って、どこか一つ音の定義を作ると。で空間に音を作るっていうことをやる。それと同時に実際にあるスピーカーを鳴らすと。実際にあるスピーカーが鳴るとすごい方向性がものすごくしっかりしてますから、そちら側からの定義っていうのが強烈に来るわけですよね。でそういう刺さる音とそうじゃない空間に何か浮遊しているような音っていうのを混ぜ合わせることでよりそこのレイヤーができて立体的な奥行きが生まれたりとか感覚が生まれたりとかってするわけなんですけど、そういうのが今ダウン響作品を作っているサウンドクリエイターの方々の手法というかその考え方ですねになります。でじゃあ実際それをどうやって作っているかというか、それをソフトウェア上でどうなるかっていう話になりますけども、立体運慶のプロセスとして、左側のモノラルのサウンドを、3D パンナーみたいなものが DAW の中にあるとするならば、それを使って、こういう8チャンにレイアウトしますよと。リバーブもその空間系のリバーブがあればそういうのを使いましょう。それとは別にそのアンビソニックスっていう技術に対応したツールも増えています。プラグインとかもありますので、そういうのを使って空間的な音を作りましょうかと。あとマイクで録音してきて、4チャンのアンビソニックスのエンコードした音を
そういうのに混ぜて作りましょうよとか、そういうプロセスがあります。でここでその一番上のところの 3D パンのところにダイレクトって書いてるんですけども、これは何かというと音をパンニングした結果が、今回のこの8ちゃんキューブでしたらそのスピーカーを鳴らしてる状態ですね。どこかのスピーカーに鳴らす、もちろんそこからパンしていくので隣のスピーカーが鳴り始めるとか、そういうことがあるわけですけど、ダイレクトにアクセスしているもので、アンビソニクスっていうのはちょっと違っていて、例えば同じ右下のスピーカーを鳴らしている、左下でもいいですけど鳴らしたとしてもそれ以外のスピーカーもちょっと鳴るんですね。それによってぼやけるわけですけど、でも空間的には鳴っている感じがする。でもそれがだからちょっと横にずれたりとかするとそのどこで鳴っているか分からないというか、そのスピーカーで鳴っている感じがしないっていうのはそういうところもあるんですけど、それがこの絵でいうその文字で書いてるスパーシャルっていう空間系っていうことの処理っていうことです。大体今、DAW でもこういったものができるようになってきている状態だと思います。その良し悪しは別として、だからこういうミックスができるわけですね。それをスピーカーで再生するのか、またその先のバイノーラルプロセッシングをそれをかけてバイノーラル化して2ちゃんでヘッドホンでやイヤホンで聴けるようにするのかっていう処理が一般的なものかと思います。